皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は新しい CPU 第3弾、インテルペンティアム G7400 をご紹介していこうと思います。あ、調子に乗って買ったやつね。いやそれは。ということで今回のペンティアムですが、前回セレロン G6900 を検証してみて、2コア2スレッドの実力がよくわかりました。内蔵グラフィックの検証がきちんとできなかったので、そこは反省しています。で、今回こちらのペンティアム G7400 なんですが、価格がなんと1万円の CPU となるんです。1万円。安いのか高いのか微妙なところね。まあそれは性能次第って感じですかね。ということで今回の動画は、CPU の開封と中身の確認、スペックの確認、ベンチマーク、グラボをつけた状態でのゲームの様子を見てみたいと思います。ということで、もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編行ってみましょう。ということで改めまして、インテル第12世代 CPU 第3弾の一つ、ペンティアムゴールド G7400 になります。こちらは2022年1月14日に発売となった CPU で、同じ日にセレロンも発売となりました。で、先日セレロンの方は動画を上げているので、もしまだ見てないって方は、ぜひ見ていただければと思います。さて中身が出てきました。中身は説明書とリテールクーラーと CPU となります。ペンティアムのシールにはゴールドとしっかり書いてありました。こちらが CPU ですね。横から抜き取るようになっております。それでは動作前にこちらの CPU のスペックのご紹介をしていきましょう。こちらのペンティアムゴールド G7400 ですが、インテル第12世代 CPU で、プロセスルールは10ナノメートル、2コア4スレッドでクロックは 3.7GHz となります。価格は1479円と税込みで1万円を超える CPU となります。これってこの間のセレロンも性能的にも値段的にも近いわよね。そうですね、せっかくなので見比べてみましょう。右がペンティアムで、左がセレロンとなります。大きく違うのはやはりスレッド数とクロックでしょうか。同じ2コアですが2スレッドの差でどのくらい性能の差が出るのか。またその差が3000円ということで、その辺の差があるのかも見ていこうかなと思います。それでは取り付けていきましょう。では取り付け前に前回付けたセレロンを外していこうと思います。こちらのリテールクーラーを外していきます。今までのプッシュピン式のリテールクーラーと同じ構造なので、ピンの部分を回せば取り外すことができます。ピンの部分を回せば取り外せることが、できま、ってあれ。どうしたの？はい、ここの2箇所がめちゃくちゃ硬いんですよね。そんな時はこちらのマイナスドライバーを使って外しましょう。するとクーラーを外すことが可能となります。クーラー外すのも大変ね。まあシュラミちゃんならドライバーいらないよ。シュラララ。それでは CPU を乗せていきましょう。続いてリテールクーラーも乗せていきます。今回も前回同様付属のグリスのまま取り付けていきます。ファンコネクタも忘れずに。今回の使用パーツも前回と全く同じものとなります。変わったものは CPU だけですね。では電源の電源を入れて、電源を入れていきましょう。スイッチオン。ということでこちらが BIOS 画面となります。CPU はきちんとペンティアムで認識されてますね。そしてこちらがデスクトップ画面になります。前回のセレロンの時もそうだったんですが、ここに本当は GPU という項目がないといけないはずなんですが、初期状態だとないんですよね。そのせいか、前回内蔵グラフィックの検証ができなかったというのもあります。なので今回は、こちらのインテルのホームページから内蔵グラフィック用ドライバーをインストールしていきます。第12世代用と書かれてるのが770のものしかなかったんですが、第11世代用のものもダウンロードするものは一緒だったのでこちらをダウンロードしていきます。で、ダウンロードしてインストールした結果、一応タスクマネージャーでは認識することができました。あれ？なんか画像荒くない？てか文字潰れてない？はい、それなんですが、こちら私が使ってるキャプチャーボードの設定画面なんですが、普段は一番上のフル HD 最高画質で録画をしてるんですが、なぜかドライバーを入れた途端、フル HD の標準画質までしか選べなくなってしまいました。で、DDU でドライバーをアンインストールして、ドライバーを再インストールしたり、セレロン G6900 に変えてドライバーを入れてみたり、
Windows 10に OS を入れ直したり、いろんなことを試してみたんですが、なぜか最高画質が選択できなかったんですよね。で、私が持ってるもう一つのキャプチャーボードでも試してみたんですが、こちらだと画面が映ることすらありませんでした。また Windows 上でモニターのヘルツ設定は 60Hz と表示はされていました。なんだか不思議現象ね。はい、これのおかげで1日潰れました。もし原因がわかる方いたらぜひコメント欄で教えてください。ではちょっと見にくいですがベンチマークやってみましょう。シュラララ。シネベンチ R23。それではやっていきましょう。まずはシネベンチから。前回の2コア2スレッドのセレロンに比べたら、2スレッド増えた分速くなった感じがします。ということで結果はこちら。マルチが3640でシングルが1395となりました。最高温度が60度とちょっと高めな気がしますが、これはおそらく内蔵グラフィックドライバーの際に、セレロンと付け替えたりしてたので、グリスの量が微妙に散ってるっていう可能性もあります。マルチスコアは i7-2600 や i7-3770 ぐらいの性能で、シングルスコアは i9-10900K 以上、i5-11400F 未満というスコアでした。2コア4スレッドとはいえ、シングルのスコアはやっぱりすごいわね。スコア表を見て毎回びっくりしてます。まあただコア数が絶対的に違いますけどね。では続いて内蔵グラフィックでのゲーム結果です。ドラゴンクエスト。それではせっかくなので2画面でお送りします。右がセレロン G6900 で、左がペンティアム G7400 となります。比較的に軽いゲーム系ベンチですが、FPS にはそんなに差がないんですが、CPU 使用率に差が出てますね。あ、本当だこれが2スレッドの差かな。ちょうど半分ぐらいなのでそうかもしれませんね。ということで結果はこちら。どちらも普通判定でセレロンが3093、ペンティアムが3253という結果でした。FPS はどちらも平均36前後でした。では次。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の標準設定デスクトップで行いました。すでに FPS が1桁。これはかなり厳しそうな感じはしますね。ただなぜかペンティアムの方は CPU 使用率が 100% なのに、セレロンは 30% ぐらいしか使ってないんですよね。出してる動画を間違えたかと3回確認したんですが、不思議なことに合ってるんですよね。なんでだろう。ということで結果ですが、ペンティアムが2866、セレロンが2810という結果になりました。CPU 使用率は全然違いましたが、FPS の平均はほとんど差がありませんでしたね。では次は、こちらの RTX 3070 Ti を取り付けてやってみたいと思います。前回のセレロンはかなりボトルネックになっていたので、どうなるのか楽しみですね。それでは行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。設定は最高設定デスクトップで行いました。セレロンの時はこの時点で CPU 使用率が 100% だったんですが、まだ余裕はありそうな感じですね。ただ FPS は100前後とちょっと低めな感じはします。ということでこちらの結果も見てみましょう。スコアは17864の非常に快適判定となりました。また FPS 平均も150近く出てたので、割と使えるのかもしれませんね。では次は実際にゲームもやってみましょう。シュラララ。フォートナイト。設定はフル HD の 3D 解像度と描写距離マックスで、パフォーマンスモードでやってみました。処理が重たい高下シーンですが100前後の FPS が出てますね。セレロンの時は高下時からかなりきつかった感があります。地上では200近くの FPS が出ているので、グラボ次第ではこのゲームはできそうですね。たまに処理が追いつかなくて、一瞬止まるシーンもありましたので、そこら辺は FPS をモニターに合わせて固定したりするのもいいかもしれません。では次行ってみましょう。Apex Legends。設定はフル HD でグラフィック設定はデフォルト。またコマンドで CPU 使用率を高とフレームレート上限をなくしております。射撃訓練場ですが、FPS が200以上出てるんですよね。CPU もグラボもかなり頑張ってますが、銃を撃った時はこんな感じでした。割といけそうですね。続いて必殺技。食らいなさい。痛みを感じる間もないわよ。
爆発した途端はやはり落ちてますね。では実際に戦場に行ってみましょう。さすがに上空のシーンでは FPS が一気に70前後まで落ちました。またここで CPU 使用率が 100% となりました。飛んだ時の様子はこんな感じです。こちらもだいたい100ぐらいでしょうか。次は実際の戦闘の様子。状況次第ではありますが、100を切ることが多そうな感じです。では設定を変えてもう一度。こちらは競技設定と呼ばれる。モデルディテールのみ高にして、残りは最低にしてあります。効果シーンではあまり大きな差はありませんね。こちらは実際の戦闘シーンです。FPS は144まではいきませんが120は超えてる感じですかね。ただ何より前回のセレロンはカクつきがひどかったんですが、こちらのペンティアムはあまりもたつきを感じないぐらいですね。確かにセレロンに比べたら良さそうね。ただ CPU は 100% 張り付いてますけどね。シュラララ。はい、ということで今回は、インテル第12世代 CPU ペンティアムゴールド G7400 のご紹介でした。セレロンに比べたらだいぶ頑張ってた感あるわね。同じ2コアだからゲームとかは難しいかなと思っていたんですが、割と頑張っていましたね。まあより快適に遊びたい場合は i3 の方がいいですけど。セレロンは事務用途向け、i3 はゲームもできる CPU。じゃあペンティアムは何？確かにそこそこ使える CPU だとは思うんですが、セレロンよりは快適に作業をこなしたい人向け、ですかね。どの人にこのペンティアムが合うか、結構微妙なところではあるんですが、12世代を試しに遊んでみたいって人は、セレロンよりこっちの方が良いかもしれませんね。ということで本日はここまで。さて3種類の CPU のそれぞれの動画が完成したので、最終的なまとめ動画も今後作りたいと思ってます。もしよかったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。